魂の望みは叶うようにできている。あなたの願い事が叶わない理由。人知を超えたようなミラクルが普通に起こります。あなたの願い事がどうして叶わなかったのか、その本当の理由をお教えしましょう。一つには、深いところで自分にはそれを受け取るだけの価値がないと思っていたこと。でもね、もっと大きな理由がある。それは、あなたが魂の望みではないものを追いかけているから。私たちはまず育つ過程で親にこういう人間になるべきだという価値観を刷り込まれます。それは人間として社会で生きていくためには必要なことでもあるのですが、さらに学校に入ると成績のいい優等生が価値のある人間だと思い込まされる。あるいは生徒たちの間でもたはやされる人がいて、自分もそういう人にならないと幸せになれないと思うようになります。社会人になったらなったで、もちろん業績を上げる人や出世できる人が価値のある人だと思い込み、そんな人を目指そうとします。それだけではありません。テレビで芸能人の豪邸が紹介されれば、ああいう家に住めるようになりたいと思うし、SNS でリア充をアピールする人を見ると、自分も華やかな生活をしなければと駆り立てられます。こうして知らず知らずのうちに、人や社会の求める人物像や、もてはやされる人物のようになることにばかり気を取られ、魂の望みは顧みられなくなっていきます。よーく考えてみてください。自分に合わないことや、本当は望んでもいないことを頑張るなんて、めちゃくちゃしんどくないですか？だからこれまで必死にやってもうまくいかなかったんです。実はこれってあなたを想像した宇宙の音調でもあるってご存知でしたか？おいおい、そっちじゃないぞって教えてくれていたってこと。つまり一見うまくいっていないように見えるけど、これはこれでうまくいっていたってこと。じゃあ逆に自分の魂の望みを知ったらどうなるのか。実はそこから人生の流れが大きく変わり、なぜか楽にうまくいくようになる。そして生きることが超エキサイティングで面白くてたまらなくなるんです。これは私が実際に体験したことでもあります。私もずーっと魂の望みではないものを追いかけていました。親や社会が求める人物になろうと必死で頑張っていました。人間的にも能力的にも火の打ちどころのない人間を目指し、そうではない自分をいつも叱り飛ばしていました。自分としては一生懸命やっているつもりなのに、人生はちっともうまくいかず、ヘトヘトに疲れ切っていました。そんな状況の中、当時勤めていた職場のパワハラが重なり、とうとう体を壊して入院し、最悪の状態になりました。今から思えば宇宙から、そっちじゃないぞ、いい加減に気づけって言われていたんでしょうね。けれども当時の私は、それが宇宙の音調だなんてこれっぽっちも思えませんでした。それどころか、どうして宇宙はこんなに必死でやっている私を助けてくれないんだろうって怒っていました。だけどそこまで追い込まれてやっと決断できました。もういい。ここから先の人生は本当にやりたいことをやりたいようにやってやる。それでどうなろうと知ったことかって腹をくくりました。毎日同じ時間に会社に出勤し、使えない上司にいちいち指図されるのはたくさん。会社勤めはもう終わり。本当にやりたかった人が本来持っている力を取り戻し輝くためのセミナーやコースを提供していこう。拠点は会社ではなく家。そして日本中あちこち飛び回る。仕事したい時だけ仕事して、好きな時に自由に休みを取れる暮らしをする。気の合わない人に気を使いながら合わせるような付き合い方もやめる。お互いに触発し合える魂の響き合う人とだけ付き合う。収入だってもっともっともらっていい。私にはそれだけの価値がきっとある。そう思って退職を決意しました。すると不思議ですね。なぜかその直後に突然早期退職制度ができたんです。
実はマンションのローンがまだ3分の1ぐらい残っていて、新しいことを始めるにあたってそれがちょっと気がかりでした。ところがその退職金でローンが全額返済できただけでなく、退職後に学びたいことを学ぶ費用や新しいことを始める準備が整うまでの生活費まで十分に賄えました。そうそう、こっちでいいんだよって宇宙が大手を振って応援してくれたのだと思います。最初はヒーリングや不必要な思い込みを解放する個人セッションからスタートしました。スタートして2、3ヶ月もするとセッションが評判となり、全国からお客様が来てくださるようになりました。そして私の提供するセミナーやコースはいずれも募集開始と同時に満席になり、その規模はどんどん大きくなっていきました。ふと気づけば本当に全国を飛び回るようになっていました。それからラジオの番組を持ちたいと思ったら、なぜかラジオ局の方が私の個人セッションを受けに来られ、話をしたらあっという間に実現。ブログを始めたらありがたいことにどんどん読者が増え、アメーバブログの当時の2ジャンルで1位を獲得するようになりました。そしてそんなブログ人気に注目してくださった出版社から次々オファーが舞い込み、こうして本も10冊以上出版され、2年先まで出版の予約が埋まっています。あんなにうまくいかずに苦しんでいた日々は一体何だったのだろうか。この変貌ぶりは一体どういうこと？振り返ってみたときに気づいたんです。そうか、自分の魂の望みを生きればよかったんだって。人の期待に応えようとしたり、自分の魂の望みではないものを追いかけたりしてもうまくいかないようにできているんだ。だってそっちは私が本当に幸せになる道じゃないから。そっちは宇宙の流れに逆らっていたのだ。だからあんなに必死で頑張ってもうまくいかなかったんだ。だけど魂の望みを生きたら宇宙がガンガンサポートをしてくれる。第一楽しいから不安だってぶっ飛んでしまう。だからうまくいったんだ。こんな道があったとは思いもよりませんでした。私は苦しんでいた時代も魂の望みなんて分かっているつもりでした。それなのに、その望みが叶わないから困ってるんじゃないって思っていました。でもそうではなかったんです。自分の価値観ではなく他人の価値観で生きていた。だから人生がうまくいかなかったんです。もしも今あなたの人生がうまくいっていないのだとしたら、きっと魂の望みとは違うものを追い求めているからです。人はなかなかそのことに気づかない。だからこの本を書くことにしました。この本を読んであなたが長いことやってきた勘違いを終わらせてください。そしてあなたが心から望んでいる環境と生き方を自分に許してあげてください。魂の望みを生きるようになれば、きっと楽に幸せな流れに乗ることができる。この勘違いには長い長い歴史があります。その分、それが当たり前のように染みついている人がほとんどです。ですから、その誤解を少しずつ解きながら説明していきたいと思います。一つ一つ腑に落とし、どんどん自由になっていってくださいね。さて、準備はいいですか？それでは始めましょう。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、魂の望みは叶うようにできている。あなたの願い事が叶わない理由という本をご紹介します。自分なりにあれこれ頑張ってるのに、どうもうまくいかないんだよね。一生懸命生きてるのに、いつになったら幸せになれるのかな。そんな風に思っている方いませんか？実はもしかすると私たちは勘違いをしていたのかもしれません。頑張れば、一生懸命やればうまくいくと思っていましたが、そうじゃないかもしれないんです。魂の望み、心から望んでいる生き方をすれば、頑張らなくても、一生懸命生きなくても、楽に幸せな流れに乗ることができるんですって。著者は本チャンネルではおなじみの大木幸乃さん。小学校教師、コピーライターなどを経てスピリチュアルの世界で仕事を始められ、宇宙にお任せして魂の望むまま生きようと決意した時から想像を超えたラッキーやミラクルが起こり、八方塞がりの人生が自由で豊かな人生に転換した大木さん。
その奇跡体験を発信しているブログも大人気。多くの著書も出版されており、本チャンネルでもとにかくたくさんの本をご紹介させてもらっている大好きな作家さんの一人です。そんな彼女が魂の望みを知り、本当の自分を生きるための究極にして超シンプルな幸福論を教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。あなたは宇宙に愛されている。私はこの世界の創造の源を宇宙と呼んでいます。あなたに最初に理解してほしいこと。それはあなたがその宇宙にこよなく愛されているということです。もしかしたらこれまで誰も私のことなんて愛してくれないとか、誰も分かってくれないと心のどこかで思っていませんでしたか？だから誰かに愛してほしくて、その人の望むような人間になろうとした。それが自分の魂の望み、イコール本当の望みから離れてしまう最大の原因だったのです。それはとても苦しく切ない道のりだった。だって愛され認められるには、たとえそれが自分には合わないものだったとしても、相手の要求する条件をクリアしなければならないから。だけど本当は無条件に愛されたいですよね。どこかにそんな人はいないだろうかと思いながらも、そんなのどうせ無理だって思ってきたんじゃないですか。でもね、あなたは知らなかったかもしれませんが、すでにこの無限なる宇宙に無条件に愛されています。あなたがずっと探し求めてきた無条件の愛は最初から手に入っていたのです。宇宙はどんな時もどんなあなたのことも愛しています。もしも世界中のすべての人があなたを見放したとしても、宇宙だけは絶対に見放さない。あなたが私の気持ちなんて誰も分かってくれないと一人で泣いている時も、宇宙だけはちゃんと耳を傾けているし、誰よりもあなたの気持ちを分かっています。宇宙はね、あなたの魂が誕生してから今日までのすべての履歴を知っているんです。だからどうすれば最速かつ最善の形で幸せになれるのかも誰よりも分かっています。そのためにどういう経験や出会いが必要なのかもすべてお見通し。そしてあなたには見えないところでそのセッティングもしています。だから時にはどうしてこんな経験をさせるのだろうと宇宙を恨みたくなることもあるかもしれません。でもその経験があなたに必要な経験であるならば、どんなに恨まれてもその経験をさせます。それからあなたが進むべきではない方向に進んだら、先々に壁を作ってそれ以上進めなくしたりもします。それももちろんあなたを愛しているからだし、あなたを守りたいからです。そんなことを言われても、とてもじゃないけど信じられないって思うかもしれませんね。そして、宇宙なんかの好きにさせてたまるもんか。どうにかしてこの世界を自分の思い通りにコントロールしてやるって思うかもしれません。でも、ちょっと振り返ってみてください。自分の思い通りにコントロールなんてできましたか？結局うまくいかなかったんじゃないですか？一時的にどうにかなっても多分続かなかったでしょ。そっちじゃないよって宇宙が教えてくれているのに、それに逆らってご利用ししてもうまくいくわけがないし、うまくいかなくていいんです。今は宇宙の愛がよくわからないかもしれません。なぜなら宇宙の愛し方は人間の愛などはるかに超えていますから。それに愛していることに気づいてもらおうとか、人間からも愛を返してほしいなどという下心もありません。あなたがどう思うが、宇宙こそあなたが本当に求めてやまない無条件の愛を今この瞬間もあなたに降り注いでいます。だからもう誰かに愛してもらうために相手の求める条件をクリアしようとする必要なんてありません。
あなたはそのままで、この世界で最強で最高の創造の源である宇宙に最初から無条件に愛されているのですから。この本を読み進めるにあたって、まずこのことをしっかり胸に刻んでください。あなたと宇宙は本来一つ。どうして宇宙がそんなにもあなたをこよなく愛しているのか。それはあなたを生み出したのが宇宙だからです。人間としてのあなたを生み出したのはもちろん良心です。でも人間になる以前の命の原型である魂の生みの親は宇宙なのです。親という言葉も厳密に言うと違います。なぜなら宇宙はあなたと別物ではないからです。あえてあなたと宇宙との関係を表現するとしたら、宇宙はあなた以上という関係になります。つまり人間のあなたには宇宙と比べれば限界があるけれど、それでも宇宙はあなたであり、あなたは宇宙でもあると言えます。あなたの痛みは宇宙の痛みでもあり、あなたの幸せが宇宙の幸せでもあるのです。だから誰よりもあなたの気持ちを分かっているし、どんなものをも超えてあなたを愛しているのです。そしてあなたは決して頼りない非力な存在ではなく、本質的には宇宙と一つの無限なる存在なんです。ところで、人間の住む三次元世界には自分と他者が存在しています。それぞれに別々の体を持ち、別々の考えを持っているように見えます。ましてあなたと創造の源である宇宙がつながっていて一つだなんて全く思いもよらないことでしょう。でもあえて宇宙は自分の分身でもある魂に無限なる宇宙から切り離された頼りない個の体験をさせることにしました。なぜなら切り離された個であることがどんなに心もとなく葛藤と混乱に満ちたものなのか、分身を通して体験させた上で様々なプロセスを経て、その逆である宇宙と一つの無限なるものであることを思い出させるようにすれば、無限なるものであることがいかに尊いものなのか味わえるからです。一杯の水がどんなに美味しいか味わおうと思ったら、水道をひねればいつでも水が飲める環境ではなく、山にでも登っていっぱい汗をかいて、やっとのことで頂上にたどり着いた時に水を飲めば、どんな高級料理よりも美味しく感じられますよね。それと同じようなことです。そのためには一度宇宙と一つであることを忘れた方がいいですよね。最初からそもそも宇宙と一つなんだと分かっていたら、この頼りなさなんて味わうことができませんから。だから私たちは自分のことを頼りなくて未熟だと思ってきたし、世界は自分をもみくちゃにし翻弄すると思い込んできたんです。こうして自分が無限なる宇宙と一つであることに気づかないように、最初のうちは封印しておいたのです。だけど、この頼りなさを味わうことが目的ではありませんからね。それを経て、もう一度、すべては一つであり、無限なるものであることを思い出すことが最大の目的です。そのために人間をやっているんです。宇宙はただ単にあなたを混乱や葛藤の中に放り投げたのではありません。あなたに個を体験させつつも、どの瞬間も本来は宇宙と一つの無限なる存在であることを思い出せるように、ちゃんと導いています。今あなたがこの本を手にしているということは、あなたが混乱や葛藤の段階から真実に目覚める段階に差し掛かっているからでもあるのです。魂は宇宙とつながっている。私たちの魂は宇宙とつながっています。魂を生み出したのは宇宙ですから。けれども私たちはそんな内なる真実には目もくれず、外側の世界にばかり気を取られています。どうしたらもっと人に認めてもらえるようになるのか。どうしたらもっと愛されるようになるのか。どうしたらもっとお金を稼げるようになるのか。そんなことで頭がいっぱいです。そしてそのためにはこの未熟で至らない自分が変わらなければならないと思い込む。そもそも宇宙と一つの無限なる存在である自分に対して、そんなことじゃダメだ。もっとこういう人間になれ。と日々叱りつけます。そして魂の声に従うどころか、テクニックでどうにかしようとします。
こうしてますます魂の望みが何なのかわからなくなってしまうのです。でも魂だけは宇宙とのつながりを保っています。宇宙はあなたがそもそも宇宙と一つの無限なるものであることを思い出すための最後の砦として、魂の声だけはあなたに聞こえるように残しておきました。それははっきりと言葉として聞き取れなかったとしても、なんとなくという直感を通して作用します。あなたも一度はそんな経験をしたことがあるはずです。例えば、ものすごく精神的に参っている時に疲れを癒そうと、なんとなくいつもは行かない温泉に行ってみたら、そこにしばらく会っていなかった高校の同級生がいて、話を聞いてもらっているうちに心が晴れ、そこからまた友達付き合いが復活し、その友達が心の支えになってくれた、みたいなことが。どうしてそういう巡り合わせになったのか不思議でならないけれど、まるで天から神様が見ていて、二人が出会うように仕組んでいたとしか思えないほどうまくできている。そんな経験がきっとあるはずです。それは決して偶然ではありません。宇宙はこんな風になんとなくという直感を通してあなたを守り導いてくれるのです。そして頭で論理的に考えて行動していたのでは決して開けなかった道が直感を通した魂の声に従うことで開けていくのです。人はそれをミラクルと呼んだりします。でもそれは少しも特別なことではなく、あなたさえ心を開いていればいつだって受け取れるものなんです。なぜなら宇宙とあなたはそもそも一つですから。宇宙の英知があなたにいくらでも流れ込んでおかしくないのです。つまり、あなたが耳を傾ける必要のあったものは、人の価値観や外側の情報ではなく、宇宙とつながっている魂の内なる声なんです。私たちはあまりに外側にばかり気を取られてきた。でも、そのことに気づけたなら、今この瞬間から呪縛が解き始める。そして小さかった声も、やがていちいち耳を傾けるまでもなく、即座に察知できるようになり、ますます流れに乗って生きられるようになっていきます。魂の望みを生きるということは、わがままではなく、宇宙が望んでいることなんです。だから勇気を持ってそんな環境を自分に与えれば、宇宙からもびっくりするほど応援してもらえます。どこでどうつながっているのかさっぱりわからないけれど、なぜかあなたの魂の喜びを表現できるように、お金やチャンスも流れ込むようになります。そしてそれらを遠慮なくどんどん受け取っているうちに、今まで体験したこともないような世界にあなたを運んでくれます。なぜそんなにうまくいってしまうのか。それはあなたの魂の望みを生きるとき、宇宙の流れにしっかり乗ることになるから、宇宙の無限の力が流れ込みやすくなるのです。無限の力ですよ。無限の力。だから人知を超えたようなミラクルが普通に起こるんです。小さな子であるあなたが一人で頑張るのとは大違い。宇宙という最強の味方がどんな時もあなたを応援してくれる。こんなに心強いことなんてありませんよね。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか。いやー、大木雪乃さんの本は読んでいて本当に癒されますよね。宇宙と魂のつながりを感じてありのままに生きれば勝手に幸せになっていく。そう思ったら妙に安心するんですよね。なんだ、本心のまま生きればよかったんじゃないって。向いている方向が間違ったまま進んでいたら、どんなに頑張ったって一生懸命やっても幸せにたどり着けない。だから少し立ち止まってちゃんと自分の幸せの方向に向くことが大切なんですね。あ、気づいてよかったって思うはずですよ。本動画は本当に冒頭部分の空気感だけなのですが、本書はここから本格的に本当の自分、魂の望みを知る方法を7つのステップで教えてくれます。勘違いを終わらせて心から望んでいる生き方を目指しましょう。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。
最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。